はい、こんばんは。ドライフラワーショップクオールです。今日はボタニカルキャンドルを作りたいと思います。はい。で、まず、お掃除編で出てきたこの大きさの、お掃除編はこっちか。すいません。こっちでしたね。はい。で、この大きさの、ソイワックスを、作りました。うん。ソイワックスですね。ソイワックスで、これはハードのピラータイプになります。ピラータイプ、ハードタイプともピラータイプとも言いますけれど、で、しかもこれはアメリカ産だと思います。で、後ほど日本産との違いというか、も見ていただけたらと思います。この乳白色ですね。うん。でこぼこしてる方を切ります。うん。で、切ったら、この容器よりも、大きい容器、これが入る容器ですね、を用意して、容器がいくつも必要になっちゃうんですけどね、こんな風に入れます。で、入れましたら、中央に置いて、この周りに、アジサイだの、何でもいいです。バラでもユーカリでも何でもいいですけど、入れていきます。今回作るのは 3D ボタニカルキャンドルです。普通のボタニカルキャンドルではありません。周りがポツポツした感じの、表面が見えるタイプのになります。でこれが正しいという作り方はないと思うんで、これが正しいよということではないので、免許とかね、資格とかっていらないと思いますので、どっかで好きに作っていいと私は思ってます。特に縛りがあるわけではないので。はい。じゃあ、作っていきたいと思います。で、芯とかはね、このままでいいと思います。でですね、私は、こんな感じのとか、何年とかね、本とか、あと、うちで作ったですね、ドライフラワーですね。こんなのを入れたいと思いますね。はい。じゃあ、これ多分きっと飛ばすので、適当に、作っていきたいと思います。あとこういうのあると便利だと思います。ちなみにこれは、プリザーブドなので、本当はね、うちはドライフラワーさんなんでね、扱わないとは思うんですけど、あまりね、こだわらずにね、やっていこうとこれからも思いますね。今回みたいに母の日が近いので、ちょっとね、色鮮やかにしたかったので、プリザ使ってます。はい。かなりかさますけどね。もうちょっと入れましょう。こんな感じで入ると、いい感じだと思います。はい。ちなみにボタニカルキャンドルに関しては、普通に中がソイじゃなくても全然構わないんですよね。普通の、どうですか、パラフィンの、これから使うパラフィンでも全然問題ないです。ただ、顔、なんていうんですかね、灯す部分が、石油系になるっていうだけで、それは全然問題なく大丈夫です。でですね、ここまでできましたら、ここに、マイクロワックスソフトがあります。これは通常うちに送られてくるときは、チョコレートのね、大きい版が、こんなのが送られてくるんですけど、それをこう、なんていうんですか、適度な大きさに切って、溶かして、ゴミとかが入ってるので、こしてから、使っております。で、使いやすいようにこうやって薄く、してます。要はこういうふうにゴミがくっついたりとかね、入ってたりとかするんで、私はね、ティッシュで取っちゃいますけどね。はい。であと、これが、言ってたパラフィンになります。でパラフィンの、ペレットで、これ粉とか、あとブロックもあります。で、私はパラフィンの、ペレットの58度を使っております。まずここに流し込むときに PM5 っていうもので測ってほしいんです。で、PM5 って何かなっていうと、ここに流すパラフィンが、PM5 なんですけど、こちらが95、こちらが5。要はマイクロワックスソフトが 5% パラフィンに対して入ってればいいという意味で PM5 と言います。で、ちなみに PM10 とかもありますけどね、PM50 とかね、その時はこれが 50% 入ってるっていう意味風に捉えてください。そういう作品も結構いっぱいあるのでね。で、それで、両方で 100% になるようにします。
なので、これが、まず100だとしたら、100作りたいとしたら、これは95。で、これが 5g になります。でも、私これ200ちょっと作りたいと思ってるので、200だと、こちら190の、こちら10というふうになります。大体わかりますかね。後でわからない人は、コメント欄に連絡ください。では、測っていきたいと思います。ちょっともう夜なんでね、なんか疲れちゃって。まあ、これで後でね、マイクロワックスの、なんだろう、まあ、この作り方ですよね。この、まあ、こういうふうに薄く作るとちぎりやすいという感じなんですけど、なんでちぎりやすくするかというと、そのチョコレート状の方がとにかく硬いんですよ。なんで、ちぎりやすくするため、あとね、ゴミが入ってるので、ちょっとこしたいなっていう感じですかね。で、今、195、あ、違う、190だよ。違う。じゃあ、もうボキボキですね。190です。200作りたいのから。で、これで10入れますね。10になればいいわけで、200になればいいわけなんですね。で、ここでちぎって入れていきます。199です。こんなもんかな。ダメだ。はい、200です。はい。これを、溶かしていきます。で、これ固まる時間とかあるので、多分溶かすと思いますけどね。まあ、でもまあこんな感じで作っていくんだよという工程だけね、お見せしました。ああ、また来たのか。全然聞こえてるし。それからですね、その間に、もう一個ね、これ作ってあったんですよ。これね。で、抜けるようにしておきました。ぴったりくっついてるので、で、自然にね、やってあげると収縮率もまあ、そんなんでもないんですけど、収納もしましたけど、大体 20% はね、収縮しますのでね、環境にもよりますけれど、縮むというか、へこんだりするんですよ。で、それが乾いてないうちに、例えば気温のすごく低いところで、例えば冷蔵庫に入れると、急激にね、すごい変形をしますので、まあ、私が、まあ、普通におすすめするのは、ゆっくり普通に乾かした方が、普通に冷ました方が、いいと思います。よりそのリモールドといって、この空いたところにね、入れる必要がなくなるので、はい、これで、まあ、いいと思いますね。で、これと比較ちょっとしてみましょう。これは、アメリカ産の、ピラーワックスですね。ソイドンピラーワックスです。元もこういう色してるんですよ。元がね、同じですよね。同じ。ちょっと重たいんで。で、じゃあ日本産はどうなんだと思って、日本産もお見せします。日本産こんな白いんですよ。見えますか？こうすると分かる。ね、日本産のピラーワックスは、同じね、ちょっと同じ粒じゃないんですけど、フレークタイプでですね、出てました。まあ、いろんなところがあると思います。どういう粒なのかもしれないし、なんですけど、まあ、こういう感じで、見つけました。まあ、ちゃんとしたところのメーカーさんなんで、どういう風になるのかなって楽しみにしてますけど、同じようにね、このやつで作ってみたいとは思ってます。でその時にね、またこれと比べられたらなと思って、作っておきました。じゃあこれは置いといて。これですね、これを、これね、穴開いてるので、これ塞いであります。ね、これが、キャンドル用の粘土ですね。粘土を、ここにつけて、漏れないようにするためですね。これはね、90度で注ごうと思います。今ですね、97.5 ですね。90、85度ぐらいで止めたので、こんな感じですね。なるべく、なんていうんですか、熱を加えすぎない方がいいです。90度になりました。で、まあ、私はなんですけど、こういう、全然出てきませんね。シリコンモールドもよく使いますけど、土手のあるね、シリコンモールドを使ってます。こぼれてもいいようにね。で、これを上からざーっと、結構速いペースだよ。で、流してあげてください。で、なんで速いペースで流さなきゃいけなかったかというと、結構これ詰まってますよね。で、これ詰まってると、下にまで流れる前に固まってしまうことがあるんで、それを防ぐために、速いペースで流してくださいと言いました。こう見ると、まあ、下までちゃんと入っているようなので、大丈夫そうですね。なんだスペースだなって思いますよね。ほんとボケボケ。では、これ一旦失礼します。バイバイ。はい、夜の10時過ぎになりました。10時過ぎになりました。さっきは7時半ぐらいで、やめてて、で、もうこれが固まっている状態になっております。でですね、ちょっとキャンドル作家さんとか結構見てて、インスタとか、販売サイトとかで見たんですけど、そうですね、これがね、いくらぐらいで売れてるのかなとかって思って、もちろんあれですよ、出来栄えとかそういうのもあると思うんですけど、200グラムぐらいで4000円ぐらいで売ってました。で、ちなみになんですけど、このぐらいの大きさなんですね。この大きさは、これと同じ大きさなんですよ。これと同じ大きさ。これで、測ってみると、これで、ね、251なんですよ。だから多分このぐらいで4000円ぐらいで売っている、感じ。で、私が、3D ボタニカルを今作っているこの、前に作ったやつなんですけど、これだと、ちなみに 471g あります。で、471もあると、かなり量使っているんですけど、結局出来栄えによると思いますね。と私は思います。で、その方のは、私の場合はソイを使ってますけど、ソイの方が実際高いんですけど、パラフィンを中にこれで、ソイを作ったって私言いましたよね。これですね。これ。
で、これじゃなくて、パラフィンで作ってましたね。中がパラフィンで色つけて、外側に、白いっていうか、まあ、透明で作っておりましたね。まあ、差がね、どのぐらいあるかと言いますと、こんな感じで、かなり全然違うんですよね。まあ、見た目はね、あれですけど、まあ、大きさ的にはこのぐらい違うということを、まあ、覚えておいてください。結構、高いんじゃないかなってちょっと、私なりには思います。でも、まあ、あれじゃないですかね、いい、素敵な作品作っていらっしゃる方なので、まあ、それはね、それがいいなと思って買えば、それはそれでいいと思うし、私、キャンドルについては、人それぞれだと思うんですよ。自分で楽しむ人、まあ、売りに徹する人、まあ、最終的にはきっと売りに徹するのかなって思うんですけど、まあ、そういうことはね、後で考えればいいけどね、まあ、今コロナの時期で、やっぱりキャンドルのお問い合わせってあるんですよ。やっぱりやりたいっていう。で、ボタニカルの、作り方とかっていうのをね、知りたいっていう感じで。はい。で、見るとだいぶ白いんですよね。多分入れた時はすごい透明で綺麗だったと思うんですけど、白くなりました。その、まあ、原因と言っては何なんですけど、原因が要はこれですね。これね、この、あら、この、マイクロワックスソフトが原因です。まあ、白くなる原因ですね。ただね、白くしてもいいんですよ、透明っぽく。でも、これを PM5 って私は言ったんですけど、その PM5 にする理由として、気泡、ひび割れが起きるからっていう理由なんですよ。なので、まあ、私としては、それを起こさないひび割れとか、気泡とか、ひび割れとか、そういう、ひび割れ、すみません、ひび割れ気泡とかっていうのが、私的にはあんまり好きじゃないので、ちょっと白くなっちゃっても、まあいいかなって思ったんですけど、まあもっとね、色を出したい、もうこのままだったら出したいと思うんですよね。ちょっと、こんな感じで、まあ、光って綺麗ですよね。でもね、これでもね、もっと色を出したいなとかって思う方も、いると思うので、そういう方はね、なんて言うんだろう、マイクロを、ちょっとね、少なめにしたりとか、してもいいんじゃないかなって思います。でね、ここのとここういうふうにこう、ね、わかりますかね、ちょっとこれ器みたいになってるんですけど、私はちょっとこれね、ちょっと一回戻して、はい。で、ちょっとね、ここにローズバットを、ね、ちょっと入れたいかなと思ってまして、少しでいいですかね。飾りですよね。さっき全部入れなかったんですけど、まあ、こういうふうに20%縮みますので、まあ、それを考えてわざと開けてあるんですけど、要はここにこう、入れた時にこれを置いとけば、そのまま固まってくれるので、それでまあ完成というふうになるんですけれど、まあ、それは普通のボタニカルキャンドルですね。で、このね、沈んだところが嫌とか、へこんだところが嫌とかっていう最中炉って言うんですよ。で、最中炉の場合は90度で行ってください。ちょうど90度でした。で、均等にしたければやっぱり真ん中に注いじゃってください。はい、で、これをですね、こう可愛らしく、ね、入れてあげたいですよね。この容量はサシとかにも使えますね。ろうが溶け、ろうが、なんだ、固まらないうちに、物を置くっていうね、花材を置くっていうやり方は、そういう感じですかね。こんな感じか。はい、今、11時10分前になりました。上が固まってきたので、ちょっと、取ります。こんな感じですかね。取れました。で、私の場合はこのままのやつでもいいんですけど、これは私がやるのはこれではないので、3D ボタニカルですね。こちらの、表面を出すタイプのやつをやりたいと思います。まあ、今は、こちらと同じようなこんな感じで、ね、これがね250あって、ね、200g ぐらいで 210g ぐらいで、ね、4000円ぐらいで売ってるっていうんだからすごいですよね。だから花の位置とかそういうのをね極めればかなりねいいお小遣い稼ぎになるかもしれませんね。では、やってみたいと思います。で、私は、昔はですね、こういう、よいしょ、ごめんなさい、入れましたね。こういう、ホーロー、1リットルのホーローなんですけど、このホーローに、そうね、3分の1か、ぐらいですかね、パラフィンを入れて、100度にして、こう、つけて、こう、何回もつけて、こう、出すと、要は表面が、まあ、なんていうんですかね、まあ、削ぎ落とされるような感じに、なるんですよ。でも、その残った、なんていうんですかね、パラフィンをどう処理していいのかちょっと分かんなくて、まあ、そればっかりやっていれば別にそれでもいいんですけど、それ用にちょっと置いておくところがないのでちょっと困ってました。で、自分なりに考えたんですけど、これじゃなくて、まあ、それもどきになるようにちょっと考えてたんですけど、まずこの紙コップを、置いてこの上にボンって乗せますよね。で、まあ大体想像がつくかなと思うんですけどね。またやってしまった。はい、これで炙るんですよね。はい、炙るって言っても溶かす、軽く溶かしますね。やってみます。
この時に、一部だけが隠れてないようにしないとダメですね。とりあえず全体的に1回だけやりました。こんな感じですかね。こんな感じで、表面が出てきました。見えますか？はい。ここは後で処理しますね。私これまだ足りないので、まだまだちょっと出しますね。はい、だいぶ落ちました。で、よし。で、こんな感じで落ちました。はい。で、これをですね、私はこの、すごいことになってる。で、このね、後ろとかこう垂れてるような感じのを、熱いうちにですね、こう削ぎ落としちゃうんですよ。削ぎ落としてあげた方が、こう、綺麗ですから。下にね、固まってますんで。フライパンとかね、そういうのでやるのでもいいんですけど、多分こっちの方が綺麗にいくかなと思いますね。ろう全体が今熱せられてるので、綺麗にいきますね。結構綺麗にいきますね。本当にない時とか、こういうふうにちょっとね、私も見ると、ここら辺だけがちょっと、あれだなってこう、あるんですよね。これだけが当たっちゃったのかなっていう思う部分があるので、本当に心配であれば、やっぱりね、これを使うことをお勧めします。これを使って、こうやって沈めて、そうすれば、ろうが溶けてくれるんですよ、中にね。なので、こっちをお勧めしますね。やり方はね、人それぞれなんで、こういうことがありますよっていうことで、覚えておいていただければと思います。いきなりボタニカル通うっていう風な感じなんですけど、はい、こんな感じでできました。こんな感じですかね。はい。ハウマッチみたいなね。はい。で、これが役に立つんですよ。このシリコンが、こんな感じで取れちゃうんですよね。だから、これを、上げ底みたいにしないでやってしまうと、要は、ここにダラーっとついちゃうので、ちょっとうまくいけないと思ったので、これを、やってみたら、こんな感じでうまくいったので、よかったです。はい。次はね、もうちょっと基本的なこととかやった方がいいのかなと思いますけどね。残ったこういう、今言っちゃいましたけどね。残ったこうローとかは、またね、何かに使えるんですけど、こういう風にね、見えますか？要はこれを溶かした時に、これのなんていうんですか、破片みたいなものがちょっとついちゃったりとかするので、こういうのもよろしくないので、私は破棄してしまいます。これもね。これでいいんじゃないかなと思いますね。結局のところ、先ほどのこれ使った時も、中に残るわけなんですよ。その細かいやつが。そうすると、例えばまた他のお客様にそれやった時に、細かいやつがお客様の方にまたついちゃうとかっていうこともあり得るので、私は流しちゃった方が、ちょっとあまり、効率的には悪いですけど、いいんじゃないかなって思ってます。こういうやり方もあるということで、覚えてくださると、いいと思います。でも、何が正しいとかっていうことは、まず一切ないと思いますので、はい。ぜひ、これで、やってみてください。